にちは。今回はゼロから始める異世界生活第56話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。スバルかっこよくなったな。レンエラもそのうち自粛ワードになりそう。そんなうまくいくかな。死に戻りなしで行くのか。この世界の氷って滑らないの。本人が生み出してるからどうとでもなるのでは。エミリアは精霊使いだからうまいことやっている。今回攻略ポイント多すぎ。2期で死にすぎたせいか、3期で全然死ななくなったスバル。徐々に強化されていくのか。スバルも魔法使いの嫁路見てきた。こいつそんな強かったの。もうこいつだけでいいな。平たい胸、細い腰、薄いお尻、やはりロリはいい。暴動なんてくだらねえ。俺の歌を聴け。物語終わっちゃう。みんな喧嘩やめて聞いてくれるの。普通に理性残ってない。ケツを観客の方に向けた方が静まる可能性が。生きり立つだろうが。憤怒の権能を消すにはこの歌が効果があるのか。歌声と話し声が全然違う歌手もいるけど、リリアナは違いすぎる。滞在の権能を無効化するってすごくね。最初こいつ連れて行けばよかったんやんか。妻減りすぎ。100かの超えてんな。すげえ死んでるじゃん。どんな過酷な使い方してるんだ。かぐや様死ぬところだった。妻と言ってるけどほぼ奴隷だな。こういった中世風ファンタジーじゃ政略結婚とか当たり前の世界やろ。この発作は怒ってばかりだ。来るしルートはここまでか。竜になったんだっけ。むしろ生きてたのかよ。肉塊にエッチな姿に。クルシさん散々やな。体内に異物が入り込み、一応人間体に戻れてはいるのか。クルシが苦しんでいる。ユリウス有能すぎでは。中村がクソの役にも立たないのはなぜか。メンタル面の問題だな。作劇の都合上。覚悟完了。成長したな。レミには取り戻してレムの記憶戻して全員ぶっ倒す。だいぶかっこよくなったな。初期からまるで別人だな。なんでこんなに話し方がうざいのか。騎士って柄じゃないだろ。お前蛮族やん。スバルはいつまで同じジャージ着てるんだろう。さすがにもう臭そう。よし、じゃあそろそろ死のうか。1クールじゃ無理じゃ。2クールなんだっけ。覚悟決まってんなら自決してやり直すよね。エミリアのめでけえな。かわいい。じゃないが。かわいい。アルって誰だっけ。アルデバラン。金牛球を守護してる人か。あの仮面腹筋。ゆかりんの従者だっけ。あれでバランどこで何してんだ。これ対外市長たちの持ち物だろ。にしてもなかなか死に戻らんな。ここで情報揃えて後で一気に挽回よ。今死んだらどこに戻るんだろうね。プリシラ様も強いんだな。スバルの成長が感じられる回だったわ。プリシラは以前スバル陣営皆殺しとか言っていたのに随分優しい。アルデバランまた出番ないかと思っていた。これもうリセットしないとダメだろって思ってたらスバルくん、体も心もめっちゃ元気になってるやん。体は竜の呪いの再生のおかげね。プリシラ様にカジュアルに刺されたい。小声。ゆかりんがちょっと声変わりしてるように感じた。やっぱプリシラの声ちょっと低くなったよな。カペラのクルシのおっぱいふみふみはなんか性癖に刺さるものがあってよかった。ぜひカペラさんにはエミリアのデカパイをふみふみしていただきたい。スバルキュンがひどい目に遭う話だったが、クルシ様もなかなかひどい目に遭いまくってるな。このアニメ面白いな。ダークホースだな。クルシさんだけ内緒スバル以上にひどい目になってない。エミリアの立ち回りはいいな。成長を感じる。キャンキャン騒いでた頃が遠い昔のようだ。あんま試行錯誤してる感じないからまだまだかかりそう。視聴者が納得できる解決方法あるのかしら。盛り上がってきましたね。スバルかっこよ。こっからは反撃の時間ですね。騎士な月スバルを感じる。スバルが主人公を捨ててとても良い。うわー、青春とエンディング曲の印象が全然違う。スバルの成長が素晴らしい。ハッピーエンドのためにやること多いな。
でもそれだけやるからこそのハッピーエンドか。2期までを経て見栄を超えたとこで騎士のあり方に啖呵切って吠えたスバルにちょっと泣いた。リセロ3期やばいですね。1話から怒涛の展開でずっと面白い。そして滞在司教のバーゲンセールみたいになってるけど、どいつもこいつもクソ野郎ばかり。どう考えても戦力が足りない感じだけど、今後もどう展開していくのか楽しみすぎる。今回叩きのめされたスバルたちの再助走という趣なんだけど、そういう話数でも丁寧に作られていて好印象。舞は文字通り目が離せない作りで素晴らしい。銀融詩人らしく放浪し、歌で憤怒の権能を癒すリリアナだが、1話のペテルギウスの話で好敵手になったかもしれないというセリフが、別角度で回収されるようなペテルギウスを愛するシリウス特攻、同じ炎を使うプリシラにも共通点があるのが、面白いマッチアップになりそうで楽しみ。絶望だと思っていたが、スバルの騎士としての矜持がたまらなく良かった。死の覚悟を決めた人間なら自分が退場をしようとも仕方ない。覚悟ができていない国民に同じものを要求するのは間違っている。スバルも良い顔をするようになった。魔女教の要求に対して作戦を練っていくスバルくん。H の書のように物理的に無理なものもあれば、結婚式のように心理的に無理なものもあり、この現状を打破する作戦がめちゃくちゃ楽しみ。滞在司教も一枚岩じゃなくてよい。スバル、めちゃくちゃいい。なんだろうな。ついていきたくなる。根拠のない無茶ぶりなのにな。なんだろうな。いいなこういうの。自信持った発言っていいよな。そして久々にグロシーン少なくて安心した。小さな犠牲の2期までは自分の命をその対象にかけていたスバルが、自分の命をかけ50割誓ったエミリアを守り、願いを叶える彼女の騎士として犠牲を出さないと意気込む成長に涙腺が緩む。死んじゃいけない。そんな当たり前のことを改めて気づかせてくれる話数でした。アジュウワンナあっさりとプリシラってこんなに強かったのか。ただの性格素だと思ってました。プリシラさんすみませんでした。しかしリリアナもなかなかやりますね。シリウスの権能を浄化してしまうとは。エミリアがスバルたちに情報提供していざ反撃開始となるか。改めて国からの勝利条件を口にして羅列されると、あまりにも果てしない課題ばかりな気がしてきますね。でもスバルは不安ではなく、決意にみなぎる表情で言っていたのが印象深いです。これまでとんでもない地獄を見てきた人の覚悟だから、やはり人並みじゃないですね。一期では独りよがりな騎士道オユリウスに全否定されてたスバルが、今の己の騎士道オユリウスの前で生きるの最高にかっこいいぜ。ユリウスのまっすぐな目で答えてる感じもめちゃくちゃ良かった。王宮フカヒヤは困難。スバルお前マジで成長したな。かっこいいよ。騎士の考え方すぎてかっけーよ。1期2期特に2期がなければここまで成長はなかった。ここから反撃といこうじゃねえか。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。